Olá pessoal, eu sou a Ruti. Neste canal compartilho todos os sábados pouco do meu dia a dia aqui no Brasil, pelos olhos de uma japonesa. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Hoje vou mostrar passeio que fizemos por Morretes, uma das cidades turísticas mais queridas do estado do Paraná. Espero que você aproveite esse momento tranquilo, com o som suave do rio e o tempo passando devagar. というわけで今回はクリチバから車でモヘテスに向かいます。実はこれまでの動画のコメント欄でもクリチバに住んでるならぜひモヘテスに行ってみてという声をたくさんいただいていて、何ヶ月も前からずっと気になっていた場所でした。ただモヘテスは行く道中の山道や自然も見どころの一つで、家に帰ってから知ったんですが、ユネスコの世界遺産にも登録されていて、熱帯雨林の美しい森が今も大切に守られています。どうせなら天気のいい日に行きたいよねって話してたんですが、ご存知の通りクリチバの基本の天気は曇り。週末にカラッと晴れることがなかなかなくて、タイミングが合わなかったんですが、ようやく今回念願の晴天に恵まれて行くことができました。実はこのモヘテスまではクリチバから観光列車が走っていて、パラナ州でも有名なアトラクションの一つとなっています。緑に囲まれた山あいをゆっくり進む列車の窓からは森や渓谷の絶景が楽しめます。これはぜひ試してみたいなって思ったんですが、車だと1時間ほどで行ける道のりが列車だと約4時間ほどかかるらしいです。あの有名なひろゆきさんもこの列車に乗ったことがあって、自転車よりも遅いなとぼそっとつぶやいていました。なので今回は車で行こうと思います。でもクリチバからバスも出ているそうなので、行きは列車でゆっくり行って帰りはバスで帰ってくるのもありですね。ブラジルライフというわけでまずはガソリンスタンドへ。ブラジルのガソリンスタンドは少し豪華だなと感じていて、場所にもよるとは思いますが、中にカフェスペースやベーカリーがあったりします。日本みたいにコンビニがない代わりにガソリンスタンドは充実しているっていう感じでしょうか。ちなみに前にも紹介しましたが、このガソリンスタンドはスタンプカードが貯まると無料のカフェラテ、ポンデケージョ、そして洗車と交換できます。だいたい今日みたいにどこかにドライブに行くときはガソリンスタンドでカフェラテとポンデケージをゲットしてから行くのがお決まりのパターンです。カフェラテとポンデケージョ、そして隣で運転してくれる夫、この3つで私は幸せです。ちなみに最近ハマっているお菓子がこれ。もともとこのメーカーのクッキー美味しいなって思って食べてたんですけど、最近発売されたミルクジャムがサンドされているものが絶品でやみつきになります。車でモヘテスに向かう道のりの途中にはエストラーダ・ダ・グラシオーザっていう景色の美しい山道があります。入り口には石でできたアーチ状のゲートがあって、撮影スポットとしても有名です。そこをくぐるといよいよ始まるぞっていう特別な感じがします。バイクの人たちがとにかく多くて、みんなこうやって記念に自分たちのステッカーを貼っています。私も自分のチャンネルのステッカーでも作ろうかなと思ってしまいました。一番びっくりしたのはここの公衆トイレの快適さで、中にはエアコンがついていて、係の人が逐一掃除をしていてきれいに保たれているようです。たくさん写真を撮ったところで引き続きモヘテスを目指します。いつも家の窓から眺めている山を今は車でドライブ中です。森の中をくねくねと進むこの道は天気が良ければ遠くに海も見えて、雨や霧の日にはちょっと神秘的な雰囲気になります。ここでまた一つ驚いたのが休憩所の多さです。この山道ドライブをしていると5分おきぐらいに小さな休憩スペースがあって、屋根付きのベンチスペースで一休みできて、どこも結構にぎわっていました。中にはカフェや軽食の屋台もあって、みんなブラジルの名物のパステルやサトウキビジュースを片手にリラックスしていました。さらに近くの鍋からはトウモロコシ料理のパモーニャが蒸し上がる甘い香りがふわっと漂ってきて、それだけでお腹が鳴りそうです。
風に揺れる森の音やのんびりした空気も相まって、目的地に着く前からもう旅が始まっているような気分になります。正直モヘテスに行かなくても、この山道のドライブだけでもかなり楽しめそうです。ブラジルライフ。途中からはずっと石畳の道が続きます。ジンバルで撮影しているので揺れが伝わりにくいですが、かなりガタガタしています。この道はもともと19世紀に金や農産物を港まで運ぶために整備された歴史あるルートで、当時は雨が多くてぬかるみやすいこの地域では石を敷くことで道をしっかり保つ必要があったそうです。にしても車には結構負担がかかりそうでちょっと心配です。ちなみに石畳のことをポルトガル語ではパリャレレピピドと言います。なんか可愛い響きですね。この道はアジサイの名所としても有名で、今は季節じゃないですが、12月頃には道の両側に一斉に咲き誇ってお花のトンネルみたいになるそうです。車で走ること約1時間、ようやくモヘテスの街が見えてきました。カラフルだけどどこかレトロな建物が並んでいて、ちょっとタイムスリップしたような感覚でワクワクしてきます。車を降りると思っていた以上の暑さにびっくり。標高の高い栗千葉からずっと山を下ってきたので、空気の重さというか湿気の感じも全く違います。さっきまで肌寒いぐらいだったのに、ここでは T シャツ1枚でも歩けそうです。距離はそんなに離れていないのにこんなに違うなんて少し不思議な気分でした。お出かけするときに服装をミスることも私の中ではブラジルあるあるの一つです。ブラジルライフ。街の中心地にやってきました。このモヘテスという街は山あいの自然に囲まれたのんびりとした雰囲気が魅力の小さな街です。カラフルなコロニアル風の建物が並ぶ可愛らしい街並みに、川沿いにはカフェやレストランが並んでいて、散策するだけでもとっても癒されます。観光地ではあるけど、どこか素朴でローカルな雰囲気が残っていて、観光地っぽすぎないのがまたちょうどいい感じです。早速目に飛び込んできたのは賑やかな市場の風景。活気があって歩いているだけでも楽しくなります。中を覗いてみると、特に目立っていたのがずらりと並んだリキュールの瓶。どうやらこの町はお酒でも有名みたいで、どのお店もカラフルな果実酒やハーブ系のリキュールを丁寧に並べていました。ラベルも可愛くて、見ているだけでもちょっとテンションが上がります。ついお土産に一つ欲しくなっちゃいますね。人はたくさんいるけど静かで落ち着いている雰囲気です。ワンちゃんたちも道のど真ん中でめっちゃリラックスしています。ブラジルライフ。お昼時なのでレストランを探してるんですが、どこのお店も雰囲気が良さそうで本当に迷ってしまいます。実はこのモヘテスには有名な郷土料理があって、バヘアードと言います。これは牛肉を塩や香辛料と一緒に大鍋に入れて何時間もじっくり煮込んだトロットロの煮込み料理で、300年以上の歴史がある伝統料理なんだそうです。もともとはこの地域の漁師たちが仕事の合間に温かくて栄養のある料理を食べられるようにと作ったものが始まりだったとも言われています。食べるときはお米やキャッサバ粉、そしてなんとバナナも一緒に食べるのが定番。ちょっと意外な組み合わせでどんな味なのか興味津々です。このバヘアードはモヘテスのほとんどのレストランで食べられるみたいなので、どこにしようかますます悩みます。Google のレビューを見ながら評価の高かったこのお店にしようと思います。ブラジルのいいところの一つは、観光地のレストランでもあんまり待たずにスッと入れるところです。日本だと土日祝日に観光地のレストランへ行くと30分から1時間ぐらい待つのは当たり前というイメージがありますよね。でもブラジルでは今のところ飲食店で長く待たされた経験がほとんどありません。この日も景色がとてもよく見える窓側の席に案内してもらいました。ライブ演奏とゆったり流れる川を眺めながらの食事、まさに至福のひとときです。ち
ちなみにこのお店では2種類のリキュールが飲み放題。お酒好きにはたまらないサービスですね。私はというと結構強めだったので舐める程度で精一杯でした。あとブラジルのレストランはテーブルに大きな敷紙を敷いているところが多くて、お客さんが食べ終わると紙ごと取り替えるスタイルみたいです。テーブルを拭く手間が省けるのかもしれませんね。写真映えしないのがちょっと残念ですが清潔感があります。さて注文したのはもちろん名物のバヘヤード。黒い鉄鍋に入っていて雰囲気からしてとっても美味しそうです。このスープ状の煮込み料理にキャッサバ粉を混ぜてペースト状にして食べるのが本場のスタイルらしく、最初の一皿目は店員さんが見本として作ってくれました。見た目は正直そこまで美しいとは言えませんが、香りがとっても良くて食欲をそそられます。ポイントはキャッサバ粉との配合らしく、お皿をひっくり返しても中身が落ちてこないぐらいの硬さがベストなんだそうです。すると突然私たちの頭の上でお皿をひっくり返すという衝撃のパフォーマンスが始まりました。実はこのお店の名物らしいです。全く予想してなかったのでカメラの準備が間に合わずうまく撮れませんでしたが、一滴も落ちることなく成功していました。でもこれもし配合を間違えてたら大惨事になるのではとちょっと心配になりますよね。というわけでいざ実食。牛肉がとっても柔らかくて口の中でとろけていくようです。子供やお年寄りでも安心して食べられそうな優しい味です。例えるならコロッケの中身とかくたくたに煮込んだ肉じゃがのような感じでした。2皿目は自分たちで作ってみたんですが、スープを入れすぎてしまったのか、例のお皿をひっくり返しても落ちない状態とは程遠く、ひっくり返したら確実に全部落ちる、そんな仕上がりになってしまいました。ここのお店のスタッフさんたちはみんなとっても丁寧で礼儀正しい接客をしてくださって、料理が2倍美味しく感じられるほど気持ちのいい時間を過ごせました。日本人の多くはブラジル人イコールフレンドリーでカジュアルというイメージを持っているかもしれませんが、実際にはこうして礼儀正しく丁寧な接客をしてくれる人も結構多いです。最近行ったパン屋さんもまるで AI のように丁寧な対応でびっくりしました。ちなみにブラジルも日本と同じくチップ文化はないんですが、こういう素敵なサービスを受けるとついチップを渡したくなってしまいますね。ブラジルライフ。美味しいお昼ご飯を食べた後はモヘテスの街中をぶらりとお散歩。石畳の道をのんびり歩いていると、まるでテーマパークの中に迷い込んだような感覚になります。ふと目に留まったのは可愛い看板が目を引くこじんまりとしたイタリアンのアイスクリーム屋さん。こういうお店に来ると毎回本当に迷います。後ろには他のお客さんがいっぱい並んでいたので、焦ってとっさに選んだのがココナッツパインとミルクジャムのアイスクリーム。実はブラジルに来てからミルクジャムにすっかりハマっている自分がいます。日本ではあまり一般的じゃないけれど、例えるならコンデンスミルクを煮詰めたようなキャラメルクリームの味。ココナッツとパイナップルの果肉がゴロッと入っていて相性抜群。ゆったりとした皮を眺めながらアイスクリームを食べるこののんびりとした時間。これ以上の幸せってあるでしょうか。さらに歩いていると道端でハープを弾いているおじさんに出会いました。耳を澄ませてみるとそれはクリスチャンソングでした。ハープって普段なかなか聞く機会がないし、しかも演奏していたのが渋めの男性っていうのもあって思わず足を止めて聞き入ってしまいました。この楽器弾けたらめちゃくちゃかっこいいし、日々の生活が一気に優雅になりそうですね。川沿いでは家族連れやカップルたちがまったり過ごしていて、それぞれのペースで休日を楽しんでいる様子がとってもいい雰囲気です。それを眺めているだけでなんかこっちまで癒されてしまいます。自然の中を歩いているとふと木の上から何かが落ちてきて、鳥の糞やばって思って慌てて避けたんですが、
よく見るとそれは木の実でした。見上げてみるとそこにはカラフルな鳥たちがいて木の実をついばんでいました。その光景を見て、ああ今本当にブラジルにいるんだなとまたしみじみ感じた瞬間でもありました。ブラジルライフ。そんなこんなで気がつけばモヘテスでの一日があっという間に終わってしまいました。観光地ってついバタバタしちゃったり人混みに疲れちゃうことも多いんですけど、ここでは最初から最後までずっとのんびり穏やかな空気に包まれていて、本当にいい時間が過ごせました。ゆったりとした空気、美味しいご飯、心に残る風景や音楽、どれも派手ではないけどじんわりと心に残る、そんなひとときでした。そして何よりこのモヘテスを教えてくれた視聴者の皆さん、本当にありがとうございました。また一つブラジルでの大切な思い出が増えました。こうやって皆さんと一緒に旅をしているような感覚を共有できるのがこのチャンネルをやっていて一番嬉しい瞬間かもしれません。そしてもう一つ皆さんにお礼を伝えたいことがあります。今週このチャンネルの登録者数がついに1万人を超えました。正直これは自分でも全く想像していなかったことで、 YouTube を始めた頃は1年で1000人いけたら上出来かななんて思ってたぐらいです。1万人なんて本当に夢のまた夢でした。でも毎週動画をアップするたびにたくさんの方が見てくださって、コメントや高評価で温かい言葉をかけていただいたり、そういった一つ一つの応援が今回の1万人っていう節目につながったんだなと思っています。画面の向こうに1万人もの方がいるって思うとちょっとドキドキしてしまうんですけど、これからも私らしくリアルなブラジルの暮らしをゆるっとお届けしていけたらいいなと思っています。本当にいつも応援ありがとうございます。そしてせっかくの節目ということで、今回ちょっと YouTuber っぽく質問コーナーをやってみようかなと思っています。日本では何してたのとか、ブラジルでの一番のカルチャーショックはみたいなことから、国際結婚の話、趣味や日常のことまで何でも OK です。この動画のコメント欄に気軽に質問を書き込んでもらえたらとっても嬉しいです。いただいた質問にはなるべくたくさん答えられるように別の動画でまとめてお話しする予定です。よかったらぜひ気軽に参加してください。ちなみに何も質問が来なかったらこの企画は静かに消滅します。それでは今日はこの辺で。動画楽しんでいただけた方はいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。Muito obrigada por ter assistido até o final. Espero te vejo no boa semana que vem. Aqui foi a Ruth. Tchau, tchau.